皆さんこんにちは。 CDI キャリアスクールの阿部ちゃん先生です。今日の練習は、こちらです。オートキャド練習帳210問。基本操作は覚えたけど、もっとレベルアップしたいなっていう方向けのコマンド練習になります。一緒にやっていきましょ問題58、オフセットコマンドをアイコンをクリックします。最初にオフセット距離、半角で10入れてエンターです。上の線をクリックして、カーソルを上方向に持っていってクリック。この円弧をクリックして、左方向に持っていってクリック。下の線をクリックして、下方向に持っていってクリック。エンターです。次は問題60です。オフセットコマンドで距離が異なるオフセットをですね、複数回やっていきます。エンターキーで繰り返しを行います。オフセットコマンドをクリックし、オフセット距離は5です。エンター。線を選択して、上方向をクリック。エンターキーで終了です。でまた、エンターキーで繰り返し、10入れます。エンター。クリックして、上方向にクリックです。エンターで終了。繰り返しエンターです。20入れます。エンター。選択して上方向にクリックです。エンター。このようにエンターキーを使って終了繰り返しを繰り返していきます。終了と繰り返しを繰り返していきます。オフセット距離が一つ一つ異なる場合は、終了とエンターキーの入力を繰り返します。次は問題。これもオフセットコマンドを使って編集していきます。で、まず、左側がポリライン。こういった連続線ですね。右側が線分です。一本一本バラバラになっていきます。これをオフセットコマンドを使うとどうなるかっていうと、オフセットコマンド、距離が5です。左のポリラインはオフセットすると、このように一度に全てがオフセットされる。エンターで繰り返し5です。右の線分の場合はオフセット、オフセット、オフセット、オフセット。このように線分ごとにオフセットされますので、このオフセットした後にフィレットコマンドを使ったり、トリムコマンドでまた修正する。次は問題。オフセットコマンドなんですが、オフセットする距離がわからないときはどうするかっていうと、オブジェクトスナップを使って2つの距離をですね、クリックしてオフセット入力する方法です。オフセットコマンド、クリックします。オフセット距離はっていうところで、この左側のオフセット、もうすでに二重線になっているこの図形の外側の円の四半円点をクリックします。次に内側の円の四半円点、同じところですね。これをクリックします。これでもオフセット距離が入ったんです。で、コピーしたい右の図形をクリックして内側をクリックしてやります。これでオフセットの複写ができました。